うわ、くっさ。ウェイト部マジで臭い。おい待てや、聞こえてんだよ。くせえのおめえらだろ。くせえんだよお前らのプロ系ニースリーブ。まあそれはごめん。でもお前ら400キロのデッドリフトできんの？力持ちの競技っつったらパワーリフティングやろ。待て待て待て、オリンピックでメダル取ってるのどっちか知ってる？いや毎回オリンピックから外されそうになってるじゃないですか。それにね、こっちはね、筋トレのビッグスリーって呼ばれてるんですよ。お前らはオリンピックに選ばれない程度の競技ってこと。いやパワーリフティングの方が世界的に競技人口多いから。ここ日本ですけどね、そもそもパワーリフティングなんて俺たちにとってただの補強だから、通過点だから。あと何この上げる知識みたいなダッサ。全てのパワーリフターに怒られろ。上げてる重量圧倒的にパワーリフターの方が重いから。でも可動域こんなんじゃん。こんなんなんぼでもスクワットできるから。こっちはな、ウェイトリフティングと間違えてうんざりしてんだよ。こっちは一般人からベンチプレスの重量聞かれまくんだよ。あれ、やんのか？あ、やんのか？こっち来いや。ほら。こんなに重いものを上に持ち上げんの？やばくね？この女デッドリフト210キロすんのやば。これがパワーリフティングの実力だよ。いやまさかこんな重たい重量持てるとは思わなかった。いやまあ私もぶっちゃけこんな重い重量頭の上まで持ち上げられるなんて信じられないし、本当にすごいって思った。マイナースポーツ同士一緒に頑張ろう。そうだね、一緒に頑張ろう。はい、皆さんこんにちは。 We Lift Weights のジャンボです。最初の茶番動画いかがでしたでしょうか。皆さんはウェイトリフティングとパワーリフティングどっちの方がすごいと思いますか？今回の動画は関西オールスターズのパート2になります。パート1の動画も We Lift Weights の YouTube チャンネルに上がっているので、まだ視聴されていない方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。今回は特別ゲストとしてパワーリフターの野村優選手にも参加いただいております。4年後だな。パート1のおさらいを簡単にしますと、皆さん2人1組のペアを組んでもらい、2人のシンクリアの合計点数を競い合うっていう内容になります。パワーリフターの野村選手はデッドリフトをトータルとしてカウントして、で女性の選手はハンデとしてプラス100ポイント追加になります。今回の合宿でおそらく最もシンクレアポイントが高くなると予想されているのは現在映っている白草龍太選手です。さっき外出て自販機探しに行こうと思ったら、なんかパワーリフティング部の子が外でなんか「野村さんですか?」って言って案内してもらってレッドブルを無事に手に入れました。白草選手、実はこう見えて37歳。ウェイトリフティングですと35歳以降はマスターズの扱いになるので、その分シンクレアポイントが高くなります。なのでその分白草コンビはだいぶ有利になりますね。ちなみにこれは大川選手が硬すぎて全く肘が返らないため、白草選手がほぐしてあげてるところですね。ここでは大川選手の肩甲下筋をほぐしているんだと思います。ローテーターカフ周りとか、あと前鋸筋をしっかりほぐすとクリーンで肘が返しやすくなるので、ぜひ皆さんもアップの前に取り入れてみてください。野村選手、実はこの動画を撮った1週間後ぐらいにぎっくり腰をやらかしてしまって、結構フォームが変わっちゃったんですよね。なのでこの時と結構フォーム違うと思います。現在のフォームも。どうですか、メンズバー、ウェイトのメンズバー引きやすいですか？最初のファーストの浮きは任しやすいんですけど、結構グリップが心配にはなってくるので、ここから200キロとかどんどん上げていって、そうです、自分のグリップが持つのかなっていう不安はちょっとありますね。確かにローレットちょっと柔らかいっていうか。そうですね、ローレット柔らかい、細いので、その細さが吉と出るか凶と出るか。ご存知の方多いと思うんですけれども、パワーリフティング専用のバーベルってウェイト専用のバーベルと結構違うので、しなり方とかローレットの硬さとか、あとバーベルの径が 28mm なんですよ。ウェイトリフティングだと。パワーリフティングだと 29mm です。なので普段パワーリフティング専用のバーベルを使っている野村選手にとっては結構違和感があると思います。
ちなみにウェイトリフティングですと女子専用シャフトもありまして、女子専用のシャフトは径が 25mm になります。なので男性用のシャフトよりかなり細いので、その分しなりやすい、そして握りやすい仕様となっております。白草選手、芝草履スクワットジャーク130キロ。ただ立てなかったですね。白草選手スクワットジャーカーじゃないので、本来はスプリットジャーカーなので結構やりづらかったんじゃないかなと思います。ちなみにこちらの動画いいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。白草選手140キロ、今のところ100キロしか成功してないです。140キロも失敗。このままだとスナッチ135のジャーク100キロですね。野村選手、足が滑ってしまい200キロ上がらなかったですね。相撲デッドリフトあるあるなのかもしれません。気を取り直して200キロ再挑戦。軽く上がりましたね。橋本すみれ選手75キロ。すみれ選手は本当にフォームが綺麗ですよね。もう教科書通りのフォームです。白草選手150キロ、クリーンは軽い。さあジャークができない。これは完全に反則行為ですね。大会だったら最初のディップでブザーが鳴ってるとこでした。35度100度人とペアやったんや俺。そして市瀬俊選手60キロ、プッシュプレスを入れてますね、ジャークのアップとして。これ結構おすすめなアップの方法でして、プッシュプレスを入れることで突き上げが意識しやすくなります。さあここで白草選手シャフトでプッシュジャークのアップやり直しですね。大川選手170キロ、肘の返しがちょっときつそうなんですけれども、ジャークでシャフトのしなりの使い方は本当に上手ですね。これ矢吹選手170キロ、ベストは191キロらしいです。最近はスナッチだけじゃなくクリーンでもヘリコプターします。さあここで野村選手210キロに挑戦。69キロ級としての大会ベストは確か212キロなので、もう結構チャレンジングな重量になりますね。上の階級ですと230まで引いてますね。210キロ軽い、強すぎる。ここで白草選手また重量追加してます。155キロ、100キロ以降全て失敗してます。クリーンは軽い。ジャークも高さは出てたんですけどね。まるで成功したかのような立ち振る舞いです。
ちなみに現在映っている山崎春子選手、この間行われた国スポでジャーク3位でした。そして今映っている市瀬俊選手はクリーン&ジャーク競技で見事優勝しました。おめでとうございます。大川選手180キロ、かなりベストに近い重量です。さあ白草選手、ここに来てまさか芝草履リフティングを断念。フラットシューズに履き替えてスプリットジャークのアップを始めたぞ。そしてさらに重量追加して158キロの挑戦です。クリーンは相変わらず軽い。果たしてジャークは綺麗に決まりました。158キロ成功です。ちなみに皆さんが着ているエレイコの T シャツは MBC パワーのオンラインショップでお買い求めいただけます。シンプルでそしてかっこいいデザイン、トレーニングウェアとしてはもちろん普段着としても大変おすすめです。カラーバリエーションも豊富に揃っています。そして MBC パワーといえば器具、世界基準のバーベルやプレート、本格的なラインナップが勢ぞろい。アパレルも器具もトレーニングに必要なもの全て揃うのが MBC パワーです。ぜひオンラインショップでチェックしてみてください。はい、引きはものすごい軽いんですけれども、肘が返しきれてなかったですね。さあここで野村選手215キロ、69キロ級のアジアンレコードを上回る記録ですね。少し返しが甘かったので本人的にはあまり納得いってなかったみたいです。にしても215キロをあんな軽々と引けるのがすごいですけどね。矢吹選手150キロに下げて上げ直しですね。結構ガチで景品狙いに来てた感じがありましたこの日。パート1でも触れたんですけれども、現在映っている静香理子選手、実は元パワーリフティングの世界記録保持者。練習だとストラップありで210キロまでデッドリフト引いてます。山崎選手71キロ級としてのベストは120キロです。
クリーンで少し立ちくらんでしまったのかもしれないですね。矢吹選手170キロ2回目ですね。矢吹選手は基本クリーン立ったら邪悪させちゃうタイプのリフターです。森田選手145キロ、クリーンは軽い。ちょっと肘が市瀬選手ベストの10キロ下ですね。170キロ。この合宿の時は調子があまり良くなかったらしいのですけれども、国スポでは176キロまでクリーン&ジャークしていました。白草選手161キロ、ナイスクリーンプル。ゾーンに入ってる。確かにこんな感じですもん。パワーリフターにしか分からない。あれですよね、国をバカにしてるわけじゃないです。ヘッドホンのね。ああ、そう、ヘッドホンもこんな感じ。試合前だってもうこんな感じでコーチが後ろから皆さんこうやって撮ってるから。はい、いいよみたいな、どうぞ。エアポッツじゃないんですよ。エアポッツじゃなくてみんなガッツリ持ってくるんですよ。そうだよね。ウェイトがないよね。怒られちゃう。やってたら。矢吹選手2回目の180キロ、またしてもクリーンで失敗でした。ここで山崎選手3回目の110キロ。110キロ成功。めちゃくちゃいいディップができてましたね。ここで森田選手152、自己新記録への挑戦。出た。静香選手かなり独特なクリーンをするので、皆さんグリップをよく見ててください。そう、なんとキャッチするときにグリップが狭くなるんです。かなり珍しいテクニックです。山崎選手113キロ2回目の挑戦です。ジャークで突き上げの高さが少し足りなかったですね。そして3回目の挑戦。今度はクリーンで失敗してしまいました。これで終わらせたいです。立森選手、ここで3回目の140キロの挑戦。こんな喜んでる立森選手見たことないです。そしてここで山崎選手、まさかの重量追加115キロ。またしても突き上げが少し足りなかったですね。これは何をしても面白いという最強アイテムを手に入れた
無敵状態の矢吹選手。山崎選手115キロ、2回目の挑戦です。一瞬抑えたように見えたんですけれども、惜しくも失敗です。もう一回最後こっち向いて、最後こっち向いて、もう一回さあ3回目の挑戦、山崎選手115キロ。3度目の正直、見事成功です。最後の最後でしっかりとシンクレアポイントを稼ぎましたね。で、ノムちゃんが215でしたですよね。はい、ということで順位を発表していきたいと思います。1位は森田パルコ。合計ポイントなんと746。パルコの最後の115キロクリアンドジャックがだいぶ効きましたね。はい、ということでちょっと2人前に来てもらっていいですか。まずエクスプロージョン様から提供いただいたプロテイン3キロとルーシャウルのウェイトリフティングシューズ、ちょっとこれ後でサイズとか欲しい色教えていただければ発送するので、はい、ということでこれとちょっと持ってもらってイエーイっておめでとうございます。ありがとうございます。で2位が、合計ポイント736で大川と白草さん。まあいいや、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。で大川と白草コンビにはセインのニースリーブと、手首サポーター。やったー。ドレッシングとエクスプロージョンのプロテイン。やったー。はい。で3位は、合計ポイント725.77、一世すみれコンビです。ノーギアリフターが直々に作成した芝草履。あ、そうなんはい、じゃあ昨日徹夜で仕上げてくれました。あとはウィーリフトの T シャツも差し上げます。であとプロテイン3キロになります。以上をもって今回の企画終了したいと思います。今日は皆さんありがとうございました。お疲れ様です。ウェイトリフティングあんのか